皆さんこんにちは。ルカチャンネルのルカです。本日の動画なんですけれども、今現在ベイブレード X のラインナップの中から最も手堅くスタミナでポイントを抑え、そして安定的に勝利に導くための 3on3 デッキの解説をしたいなと思っております。そしてそのカスタムの特徴やなぜそれを選んだのかっていうところを個人的な主観にはなるんですけれども、皆さんにお話ししていきたいなと思っております。まず今年全国4都市で開催されていた大型大会 G2 エクストリームカップ決勝トーナメントでは 3on3 で4ポイント選手制でバトルが行われていました。その 3on3 で使われたカスタマイズはほぼスタミナ勝負で1ポイント取りに行くものになっていた印象です。なので確率的に勝ちやすいカスタマイズとなると、やはりねスタミナ勝負で行くのが王道となっているかなというふうに思います。それではまず1つ目はこちらのカスタマイズになります。ヘルズサイズ 360B。 はい、僕の動画ではね過去何回もこういったカスタマイズ紹介しているんですけれども、やはり王道ですね。僕の知る限りこのカスタマイズっていうのが最も多くの方に使われており、間違いなくスピンで1ポイントを取りに行きやすいカスタマイズになっているかなというふうに思っております。改めてね特徴からお伝えしていきますと、まずこのブレードのヘルズサイズ、真上から見ると分かるようにやっぱ比較的ね丸い形状になっているかと思います。で余計なね引っかかりがないので回転ロスがね少ないと。で小ぶりでね密度感もあって重量も 33g 台のね個体もあるということで、重心バランスがね整えやすいっていうところですね。そしてラチェットが360ですね。低めにベイをセットできることで重心が高くなりすぎずにバランスを取りやすいと。さらに言えばもうこのね突起してる部分3箇所なんですけれども、これがね3つなので引っかかりが少なくなっているのでバーストもしづらいよっていうねポイントです。これ前回もお伝えしていると思うんですけれども、この引っかかりの部分っていうのが少なければ少ないほど接触した時にバーストしにくいと。逆に言うとここの突起している部分っていうのが多ければ多いほど引っかかる箇所が多くなりますので、そこに相手のベイブレードがぶつかってきてしまうと、バーストしやすくなるっていうようなねそんな感じになっているかと思います。あとは個人的にも、この360が一番ねスタミナタイプとしては、相性といいますか、バランスがすごくねいいんじゃないかなっていうふうに個人的に思っております。最後にビットのボールですね。スタミナタイプのビットとしてはやはりねこのボールがね一番の安定かなというふうに思っております。このねボールビットなんですけども、シュートした後ね、中心にねずっと居座ることなく、宙返しをね回転して回ってくれるので、相手のねアタックを回避しやすくなっているというところと、あとはエクストリームダッシュから来るね、アタックをね、避けられるっていうねポイントがあります。あとはですね姿勢をある程度ね崩した状態であっても、ボール形状なので、再びね姿勢を復帰することもできると。これはもう皆さん強いのはねもちろん分かってると思うんですけども、本当にね変な事故が起きて飛ばさなければほぼ勝てると。皆さんねこのボールヘルズサイズのボールを使うっていう理由はやっぱ安定してね1ポイント勝ちにいけるっていうねメリットがあるんじゃないかなというふうに思っております。やっぱりねおそらく今一番スピンフィニッシュで手堅くね1ポイント取れるカスタマイズといえばもうこれ。多くの方が実際にワンベイなんかでもね使用していますし、一か八かのギャンブルをしないっていう意味ではやっぱりねもうこれが一番安定かなっていうふうに思います。そして次に紹介するカスタムはこちらヘルズチェイン 460HN。先ほどと同じくスタミナでね1ポイント取るために入れてあるカスタマイズになっております。まずブレードに関しては一見綺麗なね円形状でバランスよく見えるんだけど、ここはね意外にもパーツの裏側をね見ていただくと分かるようにこんな感じでメタルの位置っていうのが若干偏ってるんですね。なのでそこはねバランスがちゃんと綺麗になるようにラチェットの向きをね変えてみたりだとか、いわゆる調整っていうやつですね。
そういったことをして、ブレないようにね作り上げていくっていうのが、マストになるのかなっていうふうに思います。そうすることで、余計なね回転ロスっていうのをね、減少させることができますし、持久力もね向上するかと。でさらにはね重量が 33g 台のものがね、多く出回ってるみたいですし、ヘルズサイズと若干同じくらい、もしくはそれ以上のね重量があるブレードとなっております。でラチェットに関しましては低い位置でベイをセットする460を採用しております。ここがね80でない理由についてなんですけれども、低くすることで、シャークエッジみたいな、低身長で、攻めにね攻撃に来るベイに対して、ラチェットにねそういったベイが当たりにくくしていることで、バーストに対するリスクヘッジをしているんですね。でもう一つのメリットとしましては、低くした方が、バランスも取りやすいと。ヘルズチェインってこのブレードの位置が高い位置にあるので、身長が高くなればなるほどバランスを崩しやすい、かつ、バーストされやすいと。でビットは HN ということで、シャープ軸なんですが、ニードルビットよりややね軸先の傾斜がなだらかになったことで、姿勢のね取り方が改善されているかと思います。そして1ミリね身長が高くなって、相手にね上から寝かされにくく、ちょうどいいね高さになっているんじゃないかなというふうに思っております。スタミナとしてはね、こちらが極端にねバランスを崩して倒れてしまわない限りは、全然使えるんじゃないかなっていうふうに思っております。ただやはりねヘルズサイズのボールビット、先ほどのカスタマイズみたいなものに対しては、そんなにね有利が取れるってわけではなさそうなんですけれども、それでもなんとか粘っていけるというところで、全くね勝ち目がないっていうわけではなくて、とにかくね姿勢を崩されてしまうとちょっとね不利になってしまうっていうような状況ですね。そして最後はこちらナイトシールド 560O。 これはね大人気ドランソード、コバルトドレイク、シャークエッジ、今こういったアタック系のベイブレードのカスタマイズっていうのがとにかく多いと。そこに対して確実にねポイントを守っていくカスタマイズとして、ナイトシールドはね欠かせないなって思っております。ブレードのナイトシールドってバースト耐性もあるし、もちろん丸い形状になっているので、アタックをね受け流せると。ただこちらのブレードもね、裏側を見ていただくと分かるんですけれども、メタルの位置がね、変重心なんですよね。ここにメタルが1個あるんですけれども、ここの部分ですね。なので単純にカスタマイズしただけだとブレます。そこでこの560のラチェットを使っていきます。このヘルズチェインと同じようにこのラチェットをね、取り付ける向きによって、重心バランスがね整って、あら不思議っていう感じで、あんなにブレブレだったのにめちゃめちゃ安定してると。本当にたったこれだけのことで、綺麗なね回転に改善していきます。これはねもうベイブレードやっててね本当に感動する。もうめちゃめちゃねこれがもう楽しくて、モチベーティブにね、カスタマイズがねはかどるなっていう感じですね。でビットはオーブにすることで、持久力もある程度は担保されたと言ってもいいんじゃないかなっていうふうに思います。ヘルズサイズのボールに比べて、スタミナがねめちゃめちゃ有利に勝てるっていうわけではないものの、コンセプトとしてアタックからねちゃんと守って、ちゃんと最後までねスピンで回転を残して安定的にね勝ちにいけるカスタマイズになっているんじゃないかなというふうに思います。はい、そんな感じで今回 3on3 デッキのカスタマイズを紹介させていただいたんですけども、皆さんいかがだったでしょうか。今回はねスピンで、スピンをねコツコツ1ポイント手堅く取っていくコンセプトのもと、カスタマイズをねお伝えしていきました。もちろんね相手との相性で全く有利にならない展開もねあると思いますし、ベイブレード X って、エクストリームダッシュによって、激しくね、爽快なバトルをね体験していただけるよう、アタックをね前面にユーザーにね押していけるよう、様々なプロダクトが企画開発されているかと思います。だからこそ、個人的にはね、スピンよりもアタックをね使っていきたいと思っているので、次回アタック寄りにした 3on3 デッキのね紹介もしていきたいなというふうに思っております。ぜひね皆さんのおすすめのカスタマイズもねコメント欄にいただけるとめちゃめちゃ嬉しいです。
はい、ということで本日最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。このルカチャンネルではですね、ベイブレード X の最新情報から、おすすめのカスタマイズ、それからね、イベントに行った際の、主に大会の動画にはなると思うんですけれども、そういった映像でしたり、シネマティックなね、ベイブレード X の表現なんかもやっておりますので、ぜひね、チャンネル登録していただけるとめちゃめちゃ嬉しいです。はい、そんな感じで今回この辺で動画を終わりにしていきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でね、お会いしましょう。ルカチャンネルのルカでした。バイチャ。